手話学習者れいこです。今日は聴導犬のお話をしようと思います。皆さんちょっと聴導犬って知ってますか？聴導犬って聞こえない聞こえにくい人に対してその周囲の音を聞いて知らせてあげるっていう介助犬のことです。盲導犬って結構ドラマとかテレビに取り上げられることも多いし、あと街中でも見かけたことある人いるんじゃないかなと思うんですけど、聴導犬ってなかなか見る機会ないと思うんですよ。それもそのはずで、聴導犬って全国に何頭いると思いますか？なんとね、52頭しかいなくて、日本聴導犬推進協会のホームページのトップページに今何頭の聴導犬っていう風に載ってるんですけど、結構びっくりですよね。私はね、ちなみにね、イベントで見かけたことはあるんですけれども、街中ではね、実はちょっと見かけたことがなくって、印象的だったのは去年愛知県にブラツナで出店をさせていただいた時に4、5頭ぐらいの聴導犬が普及とか啓蒙活動で来ていました。4、5頭なので、このうちのね10分の1の聴導犬を見たというこの日だけで見たっていうことになっちゃうんですけども、聴導犬の特徴としてはそのオレンジ色の服を着ています。この子も着てるんですけど、これ私が前聴導犬の、ちょっと寄付をした時にいただいた子なんですけれども、この子もねオレンジ色のお洋服を着ています。聴覚障害ってね、その目に見えない外からなかなか分かりづらい障害っていう風に言われてるんですけども、聴導犬がいることによって飼い主さんになる方の行動範囲がぐっと広まるんじゃないかなという風に思っております。なんかね、聴導犬ってどういうきっかけで始まったんだろうと思ってちょっといろいろ調べてみたんですけど、1975年のアメリカで音に反応するように犬を訓練してくれませんかっていうラジオ投稿がきっかけでヒアリングドッグっていう名前で聴導犬が生まれたらしいんです。ラジオ投稿がきっかけっていう話を、うちの弊社のろう者のスタッフと話してたら、ってことは視聴者がラジオ投稿したってことですかって言われて、確かにっていうふうに思ったんだけど、ご家族にねそういう聞こえない聞こえづらい方がいらっしゃったからそういうふうに思ったのかなとか思ったり、このラジオ投稿がきっかけでっていうのってちょっとロマンあってすごいですよね。この時代までこうやってつながってるんだって思うと、なんかその方の行動力になんか拍手したいようなそんな気持ちですね。で、その中で日本小動物獣医師会がアメリカの獣医師会との交流の中で興味を持ってその調査を開始したと。で、1983年に4頭生まれたのが国内の聴導犬の始まりだそうです。なのでまだ40年ぐらいしか歴史がないんですね。まだまだ歴史がこれからな感じなんですよね。一方で、聴導犬は75年っていう歴史があるそうです。聴導犬ってね、先ほども言ったように52頭しかいないっていうのもそうなんですけども、その訓練事業者もねまだまだすごく少なくって、盲導犬の、年間育成頭数が100頭なのに対して聴導犬は10頭っていうものすごい少ない数字なんですよね。でしかも生き物なのでね、引退してっちゃう聴導犬もいるので、9頭引退2頭増加っていう数字もあったりとかしますね。結局マイナスになっちゃってるっていう現状もあったりします。介助犬っていうとね、ラブラドールレトリバーとかみたいな大型犬のイメージありますけど、聴導犬はね意外と小型犬が多いですね。私があったのもラブラドールもいたんですけども、シーズーとかみたいなちっちゃい子もいたりします。音を知らせる場合にはね、体の大きさってあんまり関係ないんですけども、運動量とか、人の多いところでも安全なのはやはり大型犬になるのかなというふうに思います。どんなね子が聴導犬になるのかっていうのもちょっといろいろ見てみたんですけど、サイト見るとね結構認定されるまでが大変そうなんですよね。これも驚きなんですけど、だいたいこの聴導犬ってこの愛護センターとか保護犬からなる子が多いみたいなんですよね。その生後2ヶ月から4ヶ月のこの中から選ばれるそうです。まずはその性格診断とか、あと落ち着いてるタイプなのかとか、興奮しにくいとか、そういういろんな子がいますからね。それで、その人間社会の中で生活する上で介助犬としてお仕事するのに向いてそうな子をセレクションして、あとはね生活範囲は家だけじゃないんで、その街とか、あとは家での生活をして3年ぐらい訓練した上で、認定試験を受けるんだそうです。
まあね、結局のところ最終合格率は 25%、4分の1の子が合格すると、そういう世界なんだそうです。飼い主さんもね、その聴導犬のその飼育管理とかコミュニケーションの取り方とかの勉強とか、その生活する上での訓練を受けていただくことが必要になってくるっていうことで、お互いにその条件をクリアした上で共同生活ができるっていう、ペットとして動物を飼うのとパートナーとして動物飼うのってまた全然違いますからね、お互いの心持ちが大事になってくるのかなというふうに思います。聴導犬のお仕事についてなんですけど、聴導犬は音が鳴ったことに対して飼い主に近づいてタッチして知らせるっていうことがメインのお仕事です。離れた場所でもね、鳴った場所まで飼い主を誘導してあげるとか、あとは携帯の着信とかドアのチャイムとか目覚ましとか警報とか、街中では車のクラクションとかも教えてくれるそうです。そうやって聞くとね、社会って本当に音の情報にまみれてるというか、音の情報ばかりがたくさんあるんだな、教えてくれる存在がいるっていうのも、また聞こえない聞こえづらい方の選択肢の一つなのかなというふうに思います。街中で聴導犬をはじめとした介助犬を見たらどうすればいいのかってことなんですけど、可愛いですよ。すごく可愛い。なでなでしたくなりますよ。私もね、ワンちゃん大好きなので。でもね、介助犬とか聴導犬に限らず盲導犬とか介助犬といった、補助犬たちが街中にいるっていう時はもうバッチリ仕事中なので、触ったりとか可愛いねとかそういうあやしたりとかしちゃいけません。今日もお仕事頑張ってるな、お疲れ様って思うのが、私たちの役目ですのでね、慎重に見守っていきましょうということで、聴導犬のお話聞いてきて、ちょっと寄付をしたいなっていうふうに思った方きっといらっしゃるんじゃないかなと思います。聴導犬は、日本聴導犬協会っていうところとか、日本聴導犬推進協会といった支援団体から、育成をされています。日本補助犬協会では聴導犬の他にも盲導犬とか介助犬といったその補助犬の育成も、行っています。これらのね、育成に関わるお金は9割が寄付によって行われているそうです。育成過程での、生活管理とか食費とかワクチンですね、あとはトレーニング費とか、あとは普及とかイベントでの広報活動などに使われるそうです。ちなみにね、この子は、イベントで私が寄付した時にいただきました。こういった冊子も寄付したらいただきました。いろんなイベントにね、聴導犬の関係の団体の方出してたりとかするので、ぜひね、そういうところに足を運んでみるのもいいと思いますし、支援してみたいっていう方は概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひ見てみていただければなと思います。私ね、ちょっと夢がありまして、いつかね、この会社がもっと大きくなって従業員がもっとたくさんいたらですね、会社の中で補助犬を飼いたいなっていう夢があるんですよ。うちの会社はその聞こえない聞こえづらい人たち多く働いている会社なんですけれども、聴導犬っていう存在がなかなか普及されないっていう現実があるっていう、それに補助犬っていう存在が社会から認められないっていう、そういう現実がある中で、そうやってその一法人として、一緒に働く、そういう仲間としてそういう補助犬がいてもいいんじゃないかなっていうふうには最近思っていて、物件をね探すのなかなか大変なんですけども、いつかね、そういうふうにうちの会社で補助犬を飼ってみたいなっていう、そういう夢があります。これできるのかな、ちょっとわからないんですけれども、はい、そんな感じで今日は聴導犬や、補助犬の話をしてみました。はい、この動画をいいねと思ってくださった方はチャンネル登録、グッドボタンをぜひよろしくお願いします。じゃあまたお会いしましょう。